1941年9月、広島県呉市、巨大な軍艦がドックに横たわっている。この写真をカラーにしてみる。排水量69,100トン、全長263メートル。世界最大の戦艦大和だ。真珠湾攻撃のわずか3ヶ月前の姿である。本来この写真は世に出るはずではなかった。大和の建造は、日本海軍最高の機密だった。もちろん、撮影は一切禁じられていた。機密保持は徹底していた。ドックの周囲は、白のマットで覆い尽くされた。上空から艦の姿を隠すためだ。呉線の線路沿いには、高さ8メートルの塀が建てられた。約800メートルにわたる巨大な目隠しだ。列車には憲兵が乗り込んでいた。交渉が見える区間に差し掛かると、窓を閉めろと命じた。ドックが見える住宅は、海側の窓を開けることを禁じられた。担当技術者も自分の区画以外の設計図を見られなかった。では、誰がこの写真を撮ったのか。日本海軍だ。工事記録として撮影されたものだ。終戦時に日本海軍は大量の機密書類を焼却した。だがこの写真は焼かれる前に米軍に接収された。だから今私たちはこの写真を見ることができる。甲板の上をよく見てほしい。作業員の姿が見える。人の大きさと比べるとこの艦の巨大さがわかる。46センチ砲9門、射程42キロ。当時、世界のどの戦艦をもしのぐ火力を持っていた。写真の撮影が厳しく制限された大和。それでもわずかな写真が残されている。今日はその貴重な写真を AI でカラー化してみる。建造から最後の瞬間まで、80年前の海に、どんな色があったのか見ていこう。1941年10月、高知県宿毛湾沖、竣工を目前に控えた大和が全力行使に臨んだ。この写真をカラーにしてみる。全力行使とは最高速力を出す試験だ。15万馬力のエンジンがうなりを上げた。69,100トンの巨体が27ノットを叩き出した。時速にして約50キロ。この写真は随伴する艦から撮影されたものだ。荒波に翻弄される小さな艦から見た大和。巨体はびくともせず、波を切り裂いて進んでいる。煙突から黒煙が吹き上がっている。全力運転の証だ。環境を見てほしい。高くそびえるパゴダマストと呼ばれる構造物だ。最上部には世界最大の15メートル測距儀が乗っている。30キロ以上先の敵艦との距離を測る装置だ。この2ヶ月後の12月に大和は竣工した。真珠湾攻撃のわずか8日後のことだった。世界最大の戦艦は戦争が始まった直後に生まれた。1943年、南洋のトラック島、2隻の巨大な戦艦が並んで停泊している。この写真をカラーにしてみる。手前が大和、奥が姉妹艦の武蔵だ。大和型戦艦は、この2隻しか存在しない。2隻が並ぶ写真は極めて珍しい。トラック島は太平洋のジブラルタルと呼ばれていた巨大なサンゴ礁に囲まれた天然の要塞だ。最盛期には100隻以上の艦艇がひしめいていた。だがこの2隻はここで動かなかった。大和は冷房完備で食事も豪華だった。他の艦の兵士たちは皮肉を込めてこう読んだ。大和ホテル。前線で命がけで戦う兵士たちから見れば、世界最大の戦艦が白地に止まり続ける姿は歯がゆかったに違いない。1943年2月、この場所で連合艦隊の旗艦が交代した。大和から武蔵へ、兄から弟へ。大和はやがて呉に戻り、対空兵装の強化に入る。武蔵はこの翌年、レイテ沖海戦で沈んだ。2隻が並ぶこの写真は束の間の共演だった。同じトラック島で撮影された大和の前景だ。この写真をカラーにしてみる。右舷から捉えた大和の全身が見える。これが設計者の理想がそのまま形になった姿だ。甲板をよく見てほしい。白い軍服の乗組員が整列しているのが見える。3000名がこの甲板に立つとこうなる。乗組員は約3000名。この巨体の中に街が丸ごと入っていた。食堂に理髪室に医務室。艦内にはアイスクリーム製造機まであった。艦の中央部に注目してほしい。左右に副砲が1機ずつ見える。この時はまだ副砲が4機残っている。だが、この翌年から戦況は一変する。米軍の航空攻撃が激しさを増した。大和は副砲を撤去し、対空機銃に置き換えた。この端正な姿は、もう二度と戻らなかった。1944年10月24日、フィリピンシブヤン海、大和を旗艦とする栗田艦隊がレイテ湾を目指していた。この写真は、攻撃中の米軍空母フランクリンの艦載機が、上空から撮影したものだ。この写真をカラーにしてみる。小1号作戦。フィリピン奪還を狙う米軍の上陸部隊を叩く作戦だ。だが、この頃すでに味方の航空支援はなかった。海軍はミッドウェーで4隻の主力空母を失い、マリアナ沖海戦では残った空母の艦載機もほぼ全滅。もはや日本海軍に空を守る力は残っていなかった。丸裸の艦隊が敵の制空権の下を突き進む。空を埋め尽くしたのは米軍機の黒い群れだった。計5時にわたる猛攻が栗田艦隊を襲った。
写真を見てほしい。艦首付近から黒煙が上がっている。米空母フランクリンの艦載機が放った爆弾が一番砲塔の前方に突き刺さった直後だ。だが、大和にとって、これはかすり傷だった。世界最圧の防御甲板が爆弾の貫通を防いだ。主砲も副砲も健在。速力も落ちなかった。不沈艦の面目躍如だった。この時の大和はトラック島の頃とは姿が違う。副砲を撤去した跡地に対空機銃がびっしり並んでいた。乗組員たちはその姿をハリネズミと呼んだ。大和は46センチ主砲からも3式弾を放った。空中で散弾のように散らばる対空砲弾だ。発射の衝撃は凄まじかった。次艦の甲板にいた機銃員の鼓膜が破れるほどだった。だが、最大の悲劇は大和ではなく、姉妹艦に降りかかった。米軍機はなぜか武蔵に攻撃を集中させた。一説には、武蔵の方が明るい色に塗られていて目立ったという。魚雷20本、爆弾17発。一隻の軍艦が受けた攻撃としては、信じがたい数だ。それでも武蔵は、数時間浮き続けた。大和型の防御力の証明だった。だが、ついに力尽き渋谷海に沈んだ。武蔵を失った栗田長官は、一度艦隊を西へ反転させた。その後、再び東へ向き直ったが、レイテ湾突入には至らなかった。この判断は、栗田の謎の反転と呼ばれ、今なお論争が続いている大和型戦艦は、これで大和一隻だけになった。同じ渋谷海で撮影されたもう一枚の写真がある。上空から見た大和だ。この写真をカラーにしてみる。69,100トンの巨体が、白い鉱石を引いて旋回している。舵を一杯に切った急旋回だ。爆弾と魚雷の雨の中で必死に身をよじっている。写真をよく見てほしい。左舷の前方に白い筋が走っている。魚雷の鉱石だ。この写真を撮った米軍パイロットには、大和がこの魚雷を避けようとしていることが分かっただろう。艦の周囲に白い水中の跡がいくつも見える。試金弾だ。爆弾が海面に落ちた痕跡である。米軍の急降下爆撃機が正確に狙っていた証拠だ。煙突からは黒煙が激しく吹き上がっている。回避のためにエンジンの出力を最大にしているのだ。上空から見ると、大和でさえ小さく見える。だが、この小さな敵に向かって、数百機の航空機が次々と襲いかかっていた。艦の甲板が暗い色に見えるのは明細だ。本来の甲板は、ヒノキの明るい色だったが、空からの視認性を下げるために塗りつぶしていた。この日の大和は、全部に爆弾一発の命中を受けた。だが致命傷には至らなかった。世界最圧の装甲が爆弾の貫通を防いだのだ。代わりに攻撃の矛先は姉妹艦の武蔵に向いた。武蔵がこの海に沈んだのは、この数時間後のことだ。一人の男の肖像写真だ。この写真をカラーにしてみる。有賀公作、大和最後の艦長である。農紺の第一種軍装に勲章を配用している。部下からのあだ名は煙突男。見事なハゲ頭のヘビースモーカーだった。意外なことにこの男は戦艦畑の人間ではない。駆逐艦の艦長を何隻も歴任した水雷屋だ。荒波の中で魚雷戦を指揮してきた叩き上げだった。部下からの信頼は絶大だった。戦友会で元部下たちはこう語っている。戦があれほど上手い人はいなかった。困った顔を見たことがない。怒ったことはなかった。あまりにも前線に出るため、山本五十六が有賀を殺すなと言ったほどだ。1944年11月、レイテ沖海戦で武蔵を失った直後、有賀は大和の第5代艦長に就任した。息子に手紙を書いた。大和艦長拝命す。死に場所を得て、男子の本懐。これに勝るものなし。息子はこの手紙で父が死を覚悟したことを悟った。1945年4月、沖縄特攻、作戦が決まった。片道分の燃料だけを積んで沖縄に突入する。帰りの燃料はない。つまり死にに行く作戦だ。出撃前夜、有賀は無礼講の宴会を許可した。連合艦隊最後の出撃に未練がないようにと、酔った若い士官が有賀のハゲ頭を叩いた。剣道が来たと言って、有賀は高笑いしてされるに任せていた。だが、その一方で、有賀は、傷病者や少尉候補生53名に退官を命じた。大和の主を自称する奥田砲塔長が激しく拒否した。大和が死にに行くなら、わしが見届けなければならぬ。有賀は涙を流しながら説得した。その姿に艦橋にいた者たちも泣いた。4月7日、坊野岬沖。米軍機386機の猛攻を受け大和は大きく傾いた。沈没は避けられなかった。有賀は総員退去を命じた。若い乗組員たちに生きることを命じた。だが有賀自身は艦を離れなかった。
防空指揮所の羅針儀を白軍手でぐっと握りしめた。そのまま大和と共に海に沈んだ。有賀耕作。享年47歳。死後中将に特進した。大和の艦首を間近から撮影した写真がある。この写真をカラーにしてみる。46センチ砲の砲身がすぐそこに見える。砲身の根元には防水用の白いキャンバスが巻かれている。まだ竣工前の美しい状態だ。艦首の先端に注目してほしい。金色の菊花紋章が取り付けられている。天皇の艦であることを示す印だ。艦首の形にも注目してほしい。波を切り裂くために大きく外側に広がっている。バルバスバウと呼ばれる球状の艦首が水面下に隠れている。69,100トンの巨体を少しでも速く走らせるための設計だ。奥に小さな艦影が見える。工事を支援していた駆逐艦だ。この小さな艦と比べると大和の巨大さがよくわかる。世界最大の主砲をこれほど間近から捉えた写真は珍しい。この砲が実戦で敵艦に向けて放たれることはほとんどなかった。昭和20年1月1日、大和の甲板で集合写真が撮られた。この写真をカラーにしてみる。大和最後の正月だ。写真の下部には20年1月1日と記されている。前列に座る士官たちの手には海軍刀がある。後列の若い士官たちは直立不動で並んでいる。背景には主砲塔の巨大な基部が見える。前列中央付近に座る穏やかな表情の男がいる。伊藤誠一中将、第二艦隊司令長官だ。この男は3ヶ月後に大和と運命を共にする。伊藤はこの後沖縄特攻作戦が提示された時、最後まで反対した人物として知られている。だが最終的には命令を受け入れた。その隣には前述の有賀耕作大佐の姿もある。大和最後の艦長だ。この時大和は瀬戸内海の柱島白地に停泊していた。フィリピンでの敗北の後、本土防衛の最終決戦に備えていた。燃料は底を突きかけていた。日本海軍にはもう大きな作戦を実行する力が残っていなかった。正月という祝いの日に彼らは何を思ったのか。写真の中の士官たちの多くがこの3ヶ月後に命を落とした。沈没のわずか1ヶ月前、大和の艦内で10人の若者が写真を撮った。この写真をカラーにしてみる。彼らは同期生だ。海軍兵学校、海軍機関学校、海軍経理学校。出身は違うが、同期として同じ部屋で仕事をし、同じ釜の飯を食べた仲間だった。写真を見てほしい。中央の男は口を大きく開けて笑っている。隣の仲間に腕を回している者がいる。狭い空間に身を寄せ合い肩を組んでいる。これから七に向かう悲壮感はない。そこにあるのは青春の一瞬だ。背景の天井には太い配管が走っている。彼らが過ごした居住区の日常風景だ。鋼鉄の巨艦の中にこんな空間があったことを、この写真は教えてくれる。この写真の10人のうち、7人が沖縄特攻作戦に参加した。そして6人が帰らなかった。この写真を持ち帰ったのは、鈴久拓郎さんだ。須竹さんはこの写真を生涯大切に保管した。だから、今私たちはこの笑顔を見ることができる。1945年4月7日、某の岬沖。ここからは、大和最後の日の写真が続く。この写真をカラーにしてみる。この出撃が何を意味していたのか説明しておきたい。1945年4月の日本には、もう空母がなかった。真珠湾をかけた6隻の正規空母は全て沈んでいた。戦争の主役はとうに、戦艦から航空機に変わっていた。制空権のない海に戦艦を出すのは自殺行為だ。空から守ってくれる味方機は1機もいない。頭上の空は全て敵のものだ。それでも大和は出撃した。沖縄に突入し、海岸に乗り上げて砲台になる。それが、この作戦の目的だった。誰もが生きて帰れないことを知っていた。煙に包まれた大和が白い鉱石を海面に刻んでいる。回避行動の軌跡が S 字を描いている。上空から見ると、大和がどう逃げどう戦ったかが一目でわかる。この日の朝、大和は桐生信号を掲げた。決戦海面を真南とす。まだ沖縄を目指す意思を示していた。だが空を埋めたのは米軍機だった。延べ386機。波状攻撃が何度も襲いかかった。爆弾63発と航空魚雷52本が投じられた。味方の戦闘機は1機も来なかった。大和は必死に舵を切り続けた。だが、これほどの数を避けきれるはずがない。煙は被弾の証拠だ。それでも大和は航跡を残し続けている。まだ動いている。まだ沈んでいない。この写真には大和のすぐ横に巨大な水中が写っている。この写真をカラーにしてみる。左舷に落ちた試金弾の水中だ。爆弾が海面に突入した瞬間のものだ。水中の高さは数十メートルに達している。艦の後部からは白煙が上がっている。すでにどこかに命中弾を受けているのだ。試金弾は直撃しなくても恐ろしい。水中で爆発した衝撃波が船底を叩く。
溶接部が裂け浸水が始まる。大和はこの試金弾の連続にも耐えていた。だが一発また一発と傷は確実に蓄積されていった。写真の上部に注目してほしい。米軍機が攻撃の機を伺っている。カーチス SB2C ヘルダイバー。急降下爆撃機だ。この写真をカラーにしてみる。大和は高速転打で必死に回避している。写真の右肩に別の艦影が見える。駆逐艦行き風だ。大和に寄り添うように航行している。この日は前天に雲が低く垂れ込めていた。米軍機にとっては好都合だった。雲の切れ間から急降下で襲いかかり、攻撃が終わるとすぐに運艦に退避した。大和の対空砲火は雲に阻まれ、効果が薄かった。ヘルダイバーは1000ポンド爆弾を抱えていた。約450キロの鉄の塊が高度数千メートルから大和の甲板めがけて落ちてくる。この日だけで複数発の直撃を受けた。写真の手前に駆逐艦が写っている。冬月だ。10センチ対空砲を発射している瞬間が捉えられている。この写真をカラーにしてみる。奥に見えるのが大和だ。複数の直撃弾により艦首が下がり始めている。速度も明らかに落ちている。大和には8隻の護衛艦が随伴していた。カルジュン洋艦矢作と駆逐艦8隻。彼らは大和を守るために必死で対空砲火を撃ち続けた。冬月はこの戦いを生き延びた数少ない艦だ。沈みゆく大和の乗組員を海からすくい上げたのも冬月や雪風などの護衛艦だった。だが矢作は大和より先に沈んだ。駆逐艦の朝霜、霞、磯風、浜風も沈んだ。護衛艦隊もまた壊滅的な被害を受けていた。大和が左舷に大きく傾いている。この写真をカラーにしてみる。魚雷はほとんど左舷に集中した。米軍パイロットは意図的に片舷に狙いを定めていた。片側に浸水を集中させれば艦は転覆する。速力は10ノットまで落ちていた。時速にしてわずか18キロ。もはや回避もできない。写真の奥に航跡を引く艦が見える。駆逐艦冬月だ。先渡るして大和を守っている。左に見えるの羽雪風。2隻はまだ大和に寄り添い続けている。この写真を撮影したのは空母ヨークタウンの艦載機だ。彼らが放った魚雷がこの傾斜を生んだ。機関室には海水が流れ込んでいた。ボイラーが次々と停止していった。排水ポンプも限界を超えていた。もはや大和を救う手段は残されていなかった。大和が転覆したこの写真をカラーにしてみる。船体がひっくり返り、弾薬庫が誘爆した瞬間だ。巨大な火球が空に向かって吹き上がっている。これが大和の船体を確認できる最後の写真だ。この直後船体は3つに折れて海中に没した。14時23分、出撃からわずか1日で大和は消えた。爆発は凄まじかった。200キロ離れた鹿児島からも確認されたという巨大なキノコ雲が空に立ち上がった。海面には油と残骸と漂流者が広がった。冷たい海の中で生存者たちは木片にしがみついた。弾薬庫の誘爆で生まれた巨大なキノコ雲だ。この写真をカラーにしてみる。周囲に小さな艦影がいくつか見える。護衛の駆逐艦たちだ。彼らは爆発の後すぐに生存者の救助に向かった。乗組員3332名のうち生き残ったのは276名、2740名が海の底に沈んだ。そのほとんどが20代の若者だった。大和は世界最大の戦艦として生まれた。だがその巨砲が敵の戦艦に火を吹くことはほとんどなかった。時代はすでに航空機の時代に変わっていた。大和に搭載された46センチ砲は射程42キロ。だがこの日的を沈めたのはホルカ、カナタの空母から飛んできた航空機だった。大和の残骸は今も某の岬沖の水深360メートルに眠っている。1985年の海底調査で初めて船体が確認された。バルバスバウや主砲塔の一部がそのまま残っていた。同期生10人の笑顔が撮られたのはこの写真のわずか1ヶ月前のことだった。写真に色をつけただけでは80年前の時間は戻らない。だが白黒よりも少し近づけた気がする。彼らが見ていた海の色に